大谷を見にドジャースタジアムへ。自分で手配すれば格安です。厳しいセキュリティチェック。大谷の壁画を見たり、ドジャースグッズを買ったり、ドジャースの歌を聴いたり、試合前のプレゲームツアーに参加したり、大谷がいる間にドジャース戦を見に行こう。地球の国全部行く。2024年ドジャースに移籍した大谷選手はバッター専念で大活躍。テレビで大谷選手を見ない日はないほどです。テレビじゃなくて本物の大谷を見たい。そして大谷のホームランを生で見たい。でもツアーで行くとドジャース戦1試合フライトホテル付きで50万円以上もするので無理だよな。それなら全部自分で手配すれば安くつきます。フライト、ホテル、食費、そしてドジャース3連戦すべて観戦して25万円ぐらいです。土日休みの会社員なら月曜日に有給休暇を1日取ればドジャース3連戦の観戦を実現できます。ドジャースタジアムの注意点、試合を満喫するための秘訣も含めたドジャース戦徹底ガイド、有料級ですのでぜひ最後までご覧ください。このような流れで説明していきます。東京・ロサンゼルス間のおすすめフライトはアメリカン航空の夜便です。行きと帰り以下のフライトなら夜中のフライトなのでその分時間を省けます。フライトを取る時期などにもよりますが私は往復13万円で取りました。ちなみに格安航空 LCC のエアはロス往復10万円弱ですが預け荷物、機内食やドリンクは有料。座席に液晶モニターはありません。また LCC は遅れが発生することもあるのでおすすめしません。実際のスケジュールは以下のようにロサンゼルス滞在3日間です。これは最短スケジュールなので休みやお金に余裕がある方は滞在日数を増やすと良いでしょう。ざっと流れを説明しますと、金曜日は仕事を定時で上がって急ぎ羽田空港に向かいます。前日までにオンラインチェックインをしておくと羽田では荷物を預けるだけなのでスムーズです。私はプライオリティパスを持っているのでラウンジで無料で料理やビールを堪能しました。19時45分アメリカン航空 AA26 便で出発です。大きめの液晶モニターがあるので映画などのエンタメを堪能できます。離陸するとすぐに夕食。思ってたより充実していてうまい。ビールの種類が豊富で素晴らしいです。私は迷わず IPA にしました。シカゴのグースアイスランド IPA。おかわり面倒なので一度に2本もらいました。苦味が最高。到着前に朝食も出てきて美味しかったです。こちらは帰りの便の機内食で同様に美味しかったです。1回目の食事が終わると夜中のフライトになるので機内は全消灯となります。映画を見ても良いですがしっかり寝ておきましょう。金曜日午後2時にロサンゼルス国際空港ラックスに到着。日にちにもよりますが入国検査が長蛇の列で2時間もかかりました。午後4時ようやくアメリカ入国です。空港ビルを出てフライアウェイバスユニオンステーション行きに乗りましょう。30分に1本片道10ドル約1時間でダウンタウンユニオンステーションに到着です。すぐ近くにドジャースタジアムエクスプレスという無料バスがあるのでそれに乗って球場に向かいましょう。球場近くは試合前大渋滞ですがバス専用レーンがあるので途中からは渋滞なし。スタジアム入り口まで行くことができます。ちなみにテレビによく出てくるこのドジャースタジアムの看板をバックに写真を撮りたい方は路線バス4番などで最寄りバス停で降りて歩いてドジャースタジアムに向かうと途中にこの看板があります。アメリカではテロ対策のため厳しい手荷物チェックがあります。ドジャースタジアムではバッグポリシーといってこのサイズの透明バッグと透明でない場合はさらに小さいサイズのクラッチバッグのみ持ち込みできます。Amazon、楽天などでクリアバッグを売っているので日本で買っておきましょう。リュックサック、トランクなどは持ち込めないため場外にあるトラックに荷物を預けることができるので10ドル払って預けます。さらに持ち込めるものにも制限があり酒やタバコはもちろん NG。スタジアム内は禁煙です。ガラス容器、
缶、魔法瓶も NG。食べ物の持ち込みは OK。飲み物は1リットル以下で未開封の水は OK です。カメラはレンズの長さが 15cm 以下なら OK。望遠レンズや三脚は NG です。双眼鏡は持ち込み OK。大谷選手の表情まで見ることができるのでおすすめです。また、ドジャースタジアムは他球場より厳しくて、いかなる種類のサイン、バナーも持ち込み禁止です。大谷応援グッズを自作したので、ダメ元で持っていくと、なぜかチェックされずに持ち込むことができました。実際このように兜をかぶって応援しましたが、禁止されているのでバックスクリーンに映ることはありませんでした。ゲートは試合開始2時間前から開きます。スタジアム内は現金は全く使えず、クレジットカードのみ。また再入場できないので注意してください。セキュリティチェックに時間がかかるので、スタジアムには早めに着くようにしましょう。またチケットは電子チケットのみです。紙のチケットはありません。事前にスマホに MLB ボールパークアプリをインストールして電子チケットと連携しておきましょう。ドジャースタジアムに入り、バックスクリーンからライト側の建物を見上げると、ドジャース主力選手6人のカラーの壁画がありますので、ぜひ見てください。大谷、ベッツ、フリーマン、左下には山本投手も見ます。写真のように精巧な壁画、最高ですね。さらにレフト側に行くと、このように19人の選手たちの壁画もありました。モノトーンで落ち着いた感じのこの壁画もいいですね。次に混雑する前にチームストアに行き、ドジャースグッズを買いましょう。日本では手に入りづらい大谷、山本グッズがたくさんあります。半袖のユニフォームが232ドル、10% の税金プラスで約4万円もします。ちょっと手が出ないですね。厚手のトレーナーは147ドル、約2万6000円と、これも高い。薄手素材の T シャツは62ドル、約1万円と、これも高いので断念。帽子は50ドル、約8000円。いろいろなデザインのものがあり、スタジアムでしか買えない限定品もあるので、おすすめです。ドジャースタジアム名物のホットドッグ、ドジャードッグの人形。かわいいですね。子供用グッズは小さくてかわいいですが、この小さな T シャツは25ドル、4400円もするので、値段は可愛くないですね。ディズニーとのコラボのピンは16ドル、約2800円と高い。大谷のピンは8ドル、1400円とお得だったので買いました。様々なドジャースグッズがあるので、お気に入りのグッズを買うと良いでしょう。ドジャースのマスコットを発見。せっかくなので一緒に写真を撮ってもらいました。あんまり人気はなさそうです。初めてドジャースタジアムに来た方は、ファンサービスに行くと無料で記念バッジをもらうことができます。結構お気に入りです。ドジャースタジアムではいろいろな料理を食べることができます。名物のホットドッグ、ドジャードッグは8ドル、約1200円とちょっとお高いですが、長いソーセージが最高です。インダコは13ドル、約2000円と高いので、帰国するまで我慢。プラスチックのヘルメットに入ったナチョヘルメットは20ドル、約3200円。ビールが1杯18ドル、約3000円もするので我慢我慢。おすすめは球場外のダウンタウンにあるグランドセントラルマーケットのタコスです。肉がたっぷりのタコスは1個5ドルと格安で激うま。またはスーパーマーケットのお惣菜も安くてうまい。先ほどのクリアバッグに入れれば球場に持ち込めるので、テイクアウトして持ち込むのがおすすめです。試合開始30分前に座席に到着。1試合目は一塁側内野席にしました。30FD インフィールドボックスというエリアで136ドル、約2万1000円。公式サイトから定価でもこの価格です。チケット手配業者のサイトから買うと2倍3倍の値段になりますのでご注意ください。ドジャースタジアムのチケットは大谷が加入してさらにチケット代が上がりました。ホームのドジャースは三塁側なので一塁側はアウェーですが、ほとんどがドジャースファンの観客。さらに対面に三塁側ドジャースベンチが見えるので大谷を見ることができます。ドジャースタジアムの雰囲気は独特で最高。高いけど来てよかった。試合開始前に始球式が行われます。この日はスポンサーとなった木下工務店の社長が投げてました。試合開始5分前にはアメリカ国歌斉唱。みんな立ち上がって帽子を取ります。毎試合国歌斉唱するのはさすがアメリカですね。
さあ試合開始。この日はパドレス戦、山本投手が先発でした。大谷の第1打席、いきなり第4号ホームラン。松井秀喜に並ぶメジャー175本目のホームランです。生で見れて最高でした。別の打席ではヒット性のセンターフライ。やっぱり生で見ると迫力があります。イニングが変わるときは飽きないように選手の秘蔵映像や観客の映像をスクリーンに出したり、会場を巻き込んでのゲームなので盛り上がります。現地に来ないと体験できないので貴重ですね。7回裏には私を野球に連れてっての曲が流れるので、観客みんな総立ちで大合唱です。昔からずっと続いていていいですね。試合終了。この日は黒人初のメジャーリーガージャッキー・ロビンソンの日ということで、特別にグラウンドに降りることができました。いやー、それにしてもすごいゴミですね。みんな食べてそのままです。実際にグラウンドに立つことができて感動。芝生を触ることもできて最高です。ジャッキー・ロビンソンは人種差別の壁を破った最初の黒人選手として背番号42番は永久欠番となっております。この日はジャッキー・ロビンソンに関するドローンショーが行われました。ドローンは軍事ではなく、このような平和利用をしてほしいですね。次の日、第2試合のパドレス戦は大雨で試合開始が2時間以上遅れました。入場の際、無料でボブルヘッド人形をゲットしました。グラテロール選手はベネズエラ出身のピッチャーのようです。ドジャースタジアムでは20年以上試合が中止になったことがないそうです。2時間後、雨が止み、なんとか試合開始。座席は 15RS、リザーブボックスというかなり上の階ですが、一番前なので球場全体、選手もよく見えました。大谷は惜しいライトフライ、残念。途中珍しい乱闘シーンも見れてなかなか良かったです。3日目、3試合目も雨のため試合開始が遅れました。この日は三塁側内野席 37FD インフィールドボックス席です。この日、パドレスはダルビッシュ先発、途中で松井投手も出てきたので、この3連戦で大谷、山本、ダルビッシュ、松井と日本人4選手を見ることができて最高でした。試合を最後まで見ると大渋滞に巻き込まれるので、白熱した試合でなければ皆さん7回が終わると帰り始めます。帰りのエクスプレスバスも大行列になるのですが、せっかく日本から来たので最後まで見ましょう。試合開始3時間30分前からプリゲームツアーという球場内の様々なエリアを案内してくれるツアーがあるのでおすすめです。ドジャースとドジャースタジアムの歴史を学んだり、試合で使われた記念品、ゴールデングラブやバット、昔のポスターなどを見ることができます。さらにドジャースのバッティング練習、ウォームアップなどを見学できる45分間のツアーです。ツアー後は外野席へ。バッティング練習中のホームランボールをゲットすることもできますよ。英語はかなりわかりにくいですが、通常は入れない場所に行ける貴重な機会なので、ぜひ行ってみると良いでしょう。プリゲームツアーはその日の試合のチケットがないと購入できないので要注意です。ロサンゼルスダウンタウンにある大谷に関連した観光地を紹介します。まず一つ目はリトル東京の都ホテルの壁に描かれた大谷の巨大壁画。二つ目はグランドセントラルマーケットにある大谷壁画です。ロスの物価は非常に高く、さらに円安のため、ホテルもかなり高いです。シングルルームは1泊2万円以上はします。私のおすすめは、ドジャースタジアムにも近いダウンタウンにあるフリーハンドロサンゼルスのドミトリールームです。2段ベッドが4つある8人部屋、トイレシャワー共同ですが、1泊8000円と格安です。ベッドの作りはしっかりしており、トイレシャワーは清潔なのでおすすめです。
ドジャース戦のチケットはメジャーリーグ公式サイトから購入することをお勧めします。英語なのでちょっと大変ですが、定価で確実に買うことができます。日本語でチケット手配をするサイトが複数ありますが、定価の2、3倍もしますのでお勧めしません。アメリカ入国にはエスタ申請をして承認を受ける必要があります。エスタはネットから簡単に申請できます。費用は21ドルです。ちなみに私は以前イランに観光に行ったことがあるので、エスタ申請をしたのですが、却下されました。赤坂のアメリカ大使館に行ってインタビューを受けて約3万円払ってアメリカビザを取得しましたが、かなり大変でした。2011年以降にイラン、シリア、北朝鮮に渡航したことがある方はご注意ください。最後に合計いくらかかったのか、このような感じで合計約25万円でした。旅行会社のツアーなら1試合だけで50万円以上しますので、ドジャース戦3試合見て25万円というのは格安だと思います。秋にドジャースがプレーオフに出場してワールドシリーズまで勝ち進めば、急遽休みを取ってこの夜行フライトを使ってドジャース戦を見に行くということができますので、ぜひ活用してください。以上、ご視聴ありがとうございました。